皆さん見てください。買いました。エアサスです。エアサス。ついにやってまいりました。これね、エアメクストさんっていうところからですね、僕が買ったエアサスペンションになるんですけれども、なんと、すごい。値段がですね、驚きの19万円ということで、その為替レートとかでね、値段っていうのは多少上下すると思うんですけど、そんなに恐ろしいほどね、値段が変わったりとかするわけではないと思いますので、19万円ということで間違いないと思うんですけれども、これがね、すごいのが足回りのサスペンションがついてですよ。で、ここにいろいろ箱がありますね、これ。多分、エアタンクでしょう。で、多分どっちかに、こっち多分エアコンプレッサー入ってるのかな。で、多分こっちがマネジメントも入ってるのかな。だから普通エアマネジメントって2、30万すると思うんですけど、要はその車高の調整を記憶させておく記憶装置ですね。で、あとその他もろもろいろいろ買ったりすると、全部で4、50は普通にかかるところがですよ。これなんと全部ついて19万円。驚きの価格です。ただ僕はエアサスが詳しくないので、今日はお友達を呼んでおります。やばい車が来ました。あれ、顔出しはシーズンイン、OK って、ね、顔出しは OK。 シーズンインしました。シーズンイン、はい、しかもこのホイール、これ手磨きですね。はい、気合の、はい、ノン機械ちょっと機械使ったけど、ちょっと機械使った。やっぱり仕上げは手ですね。かっこよ。めっちゃやばい。これはちょっとまだタックフィルムズの方で詳しくですね。お願いします。いっぱい箱がありますね。いっぱい箱あります。どうぞ開けてください。僕はまだ開けてないです。これマジで？開けてください。開けちゃっていいの？開けても俺よくわかんないから。それタンクじゃない？多分。軽いよね。うん。おお、エアタンク。かっこいいじゃん。ブラッシュドですね。ブラッシュドですか？ブラッシュドです。ブラッシュドっていうのは？ブラッシュド、表面仕上げじゃなくて、ブラッシュドです。かっこいい。線が入ってる感じ？これあれだね、ダイバーの人とかの背負うタンクの形にめっちゃ似てんだけど。一応潜水士の免許持ってます。すいません、恐れ入れました。はい、以上、これは。以上ですね。エアタンク。はい、タンクとタンクにしてですね。これは多分コンプレッサー系が入ってるのかな。人の荷物を豪快に開ける。コンプレッサーだな。めっちゃ見たことある形だな。すごいかっこいい。ゴールドでエアメクストって呼び方いいのかな。多分。ちゃんとチェックバルブについてますね。これね。チェックバルブって一方方向にしか流れませんよっていう。なるほどね。なんだかエアの 444C にそっくりですね。そうなんですか。僕はよくわかんない。なんだかエアの 444C。なんだかエアの 444C にそっくりですね。発泡スチロールがぐちゃぐちゃなのはもう愛嬌ってことですね。そうだね。これもなんかめっちゃそっくりだな、ここら辺も。めっちゃそっくりだな。そっくり。なんだかエアの 444C。僕のトランクに入ってるのとそっくりだな。これ何？これ僕バイエアね。有名なね。リレーとかもバイエアだったけど。こっちこれエアメクスト。シール剥がれてやばい。これエアメクストさんの 444C。これバイエアの 444C。このコース一緒じゃね？一緒だ。アテンション一緒だよこれ。本当だ、一緒だ。全く一緒じゃんこれ。アテンション。本当だ。全く一緒だね。色が。だから色黒いのかな。でもネットではシルバーだったような気がして。確かにそうだね。どっちでもいいけど。光りすぎてて黒になっちゃったよね。今んとこがいい感じ。かっこいいです。さて、エアホース。どうなんですか、そのエアホースは。これ違うやつの方がいい？いやちゃんとコルゲートチューブもついてきてる。配管を保護するためのいい気遣い。
これは何？これはなんかまあうん。自分でやってっていう感じのあ、これ線？配線？線。あー配線ね。うん。これはコントローラーの配線。お、なんかおまけついてる。おまけついてる。何これ？なんか缶切り？キーホルダーとナイフかなこれ。サバイバルの時に使えるんじゃない？釣りに使おう。釣りに使おう。釣りに。フィッティングが入っております。これはプレッシャーセンサー。タンクの中の圧力が減ったら、ポチッとスイッチが入って、リレー動いてコンプレッサー回るよっていう。へえ。でもマネジメントついてるのに圧力センサー制御なんですね。あれこれがあれじゃない？いや脳みその部分じゃない？エアマネジメントですか。エアマネジメントですね。一番重要なところ。これはリレーとなんかコネクターが一緒になってるやつ。これがマネジメントですね。へえ。これはなんかギュエアとかに似てんじゃないですか、これ。これすごいわ。すごいすごい。ここにモニターついてるのは、アキュエアとまた違うけど、このボタンの感じはなんかめっちゃ似てるね。海外の映像見たことある。見たことあるよ。なんかすごいかっこいいじゃん。まあこれはこんな感じですから。マネジメントね。マネジメントたちが問題の足。今回最大の問題児、足。そうだね。ちゃんとエアメクストって書いてある。書いてある。こんな箱で来ると思わなかった。なんか普通の段ボール箱でいや、そうだよね。なんかボロッと入ってくるのかなって思ったら、ちゃんとデザインされた箱が立派です。なんかこれは嬉しいよね。なんか絵描いてあるよ。本当だ。QR コードもちゃんとついてる。すごい。エアメックスサスペンション。かっこいいよ。なんかもうすでに雰囲気出てるよ。すごい。じゃじゃーん。ピロですね、ちゃんと。ピロ。はい、ピロです。ちゃんと落ちないように結んであります。へえ。お、すごい。ゴールドだ。しかも全長式。すげえ。なんか滑らか。本当だね。全然まあこんなもんだよね。全然いい感じ？いいですか？この感じはいい感じですね。いい感じ。なんかこの触った感じはちょっと柔らかいね。だいぶ柔らかい。だいぶ柔らかい。エアバッグが。今まで触ったエアバッグの中で2番目に柔らかいかな。この2段になってるやつとかは大抵バッグが硬いから。走れるエアサス。歌ってるやつはこういう感じになってて、硬いんだ。硬い。その下げた状態で走れるってこと？スタビリンクのブラケットもついてるね。ピロはついてないね。ピロはついてないけど、ここのベアリングはめっちゃ滑らか。これ減衰もついてんだ、もしかして。のはずだけどね。ってことはこの中にスタビリンクも入ってます。本当だ。調整式の素晴らしい。車庫長レンチみたいなやつと、これ減衰じゃない？減衰だね。開けるところじゃないところが開いてる。そっから出すよね。ハードソフトって書いてる。クリック感はない。クリック感はちゃんとある。あるんだ。これがすんなりついてくれればいいけどね。そうだね。前がここが一緒だったら多分いける。アッパーは純正のやつでもつければ多分いけんじゃないかな。なるほど。で全長は同じぐらいだったから多分下がり幅もちゃんと確保できるんじゃないかなっていう感じ。なるほど。あともし逆に下がりすぎちゃったってなったらこれで全長調整できるから
それで汎用性はあるかなと思って。なるほど。いければいいけど、ここにもちゃんと QR コードがついてる。宣伝効果がすごい。すごいね。皆さん買ってくださいよ。めっちゃ QR コードついてる。何がない？このコンプレッサーから水とかオイルとか吹くから、それがタンクの中に入んないようにするやつが入ってない。ここの7番のオイルウォーターセパレーター、2ピースっていうのがない。なるほどね。まあこういうこともありますよと。あるけど、ここのフィッティングがないから。もうない。もしかしたら、このないウォーターセパレーターにセットで入ってくる可能性が高い。このバイエアリレーとバイエアプレッシャースイッチっていうのは気になるけどね。バイエアさんなんですか？エアネクストさんじゃないんですよ。これね。そうですね。バイエア。バイエア。なんか見たことある。おかしいな。見たことある。ということで欠品があったから。欠品ありましたね。買わなきゃいけないものがあった。ってことですね。これをつけていくということで。お願いします。いや、お願いします。お願いします。頑張ります。かっこよ。あんまり走ってない。ね。あまりっていうか見ないよね。まあゴルフだけどね。ああ。セダン。かっこいいわ。ちょうどいい。小さくてちょうどいい。確かに。